皆さんこんにちは、さおりです。今日は5月の24日、昨日から小豆の植え付けが始まっています。小豆がうちの畑で植え付ける最後の作物になります。毎年結構小豆は遅いので、だいたい5月末に種を植えています。4月になってかぼちゃのポット作りから始まり、もうあっという間に5月も終わろうとしています。6月からはもう防除作業だったり芋の培土したりとか、そういった管理作業が始まってきますので、今回はね小豆を植えながらこの2ヶ月間を振り返っていこうと思います。はい、ということで一旦農場に戻ってきたんですけど、今回はヤンマーのエコトラ EF895 にこのね小麦でも使用するプランターを使って行っていきます。で、肥料がタンクがね2個あって2種類の肥料を入れれるようになっているんですけど、どっちも同じ肥料を入れて、できるだけ何回もこう肥料を入れなくて済むようにやっていきます。あと種はこの後ろのですね、ここに入れます。こんな感じ。至ってシンプルです。肥料と種を入れて、あとは機械を下ろして引っ張っていくだけになります。今回は小豆を植える畑が近いので、農場で肥料を入れてから畑に向かおうと思います。ということで改めて今回植える小豆で作付け作業が一段落したので、今回は4月から5月までどんな農作業をしていたのかを振り返っていきたいと思います。4月1日、いよいよ農作業が始まります。今年からこれまで長年作っていたビートをやめて、十勝の中でも割と遅いスタートです。まずはハウスの中でかぼちゃのポット作りをします。一昨年からかぼちゃの栽培を始めて今年で3年目。1年目は 0.7 ヘクタール、2年目は3ヘクタール、そして今年は7ヘクタールです。その中でもポリポット内が3ヘクタール、ペーパーポット内が3ヘクタール、直販が1ヘクタールと分けています。一気に7ヘクタール収穫することはできないので、植え方を分けてできるだけ適期に収穫できるよう工夫しています。ということで、4月1日から約1週間かけて、まずはポリポット内とペーパーポット内の土入れ作業を行い、ポリポット内は種まきまで終わらせました。土入れ作業はそこまで大変ではなかったんですけど、種入れはとにかく地味な作業で大変でした。特にポリポット内は一つ一つのポットが大きいので、ハウスの中がもう苗でいっぱいになっていました。本当は土を入れた段階で作業台の上で種を入れて、そのまま地面に並べていけば体への負担は少ないんですけど、そのやり方だと3ヘクタール分なので、種を入れる時期に差ができてしまいます。そうすると成長にばらつきが出て、植え付けや収穫のタイミングも揃わなくなってしまうので、今回はしゃがみ込んで種の植え付けをしました。そしてその頃にじゃがいもの種芋が届きます。ここから約1ヶ月間日の当たる場所に置いて芽出しを行います。去年までは小見玉と呼ばれるサイズ分けされていない種芋を購入して、自分たちで S、M、L に選別していました。ただこの選別作業だけで2日間ほどかかってしまうので、
今年は少し値段は高くなりますが、あらかじめサイズ分けされた種芋を購入しました。その中でも L サイズは大きすぎて、そのまま植え付けると機械が詰まる原因になってしまいます。そこで L サイズは M サイズと同じくらいの大きさになるようにカットしていきます。4月中旬になり、雪も溶けて畑に入れるようになりました。ここからは作物を植えるための準備をしていきます。まずはストーンピッカーで石取りです。うちの畑は川が近いこともあって、とにかく石が多いです。石があると根張りにいいという話をする方もいますが、正直この量になるとそんなことを全く思いません。むしろ欲しい人がいるならあげたいと思うくらい石だらけです。石が多いと機械が壊れたり、作業機の刃が減ったり、マルチがうまく張れなかったりと、どんな作業でも困ることばかりです。ただ逆に石が全くないと今度は排水が悪くなって、雨が降ると畑がぬかるみやすくなります。作物を植えるには適度な排水性も必要なので、石が全くないのもいいわけではありません。石が多すぎず少なすぎず、ちょうどいい畑にするためにはまだまだ時間がかかりそうです。同じ頃、秋に種をまいた小麦も雪の下で冬を越し、春を迎えていました。まだ草丈は小さいですが、7月の収穫に向けて追肥を行っていきます。小麦の追肥は何回かに分けて行うのですが、今回まいたのは窒素肥料です。小麦は窒素を吸収することで、葉や茎の成長が促されるので、追肥をするとここから一気に大きくなっていきます。はい、また別の畑なんですが、ここはもともと牧草畑だった場所です。今年から牧草をやめて他の作物を植える予定なので、除草剤をかけたり、ロータリーやプラウをかけて、牧草をなくす作業を進めていきます。うちは全部で畑が30ヘクタールほどありますが、そのうち半分近くは借りている畑です。ここもそのうちの1枚になります。この畑はかなり前に石を取った影響もあって、排水が悪くぬかるみやすい場所があります。そのため、これまでは牧草くらいしか作れないような状態になってました。それでも何とかして他の作物を作れる畑にしたいということで、今年は挑戦です。実は去年も別の牧草畑を1枚起こして大豆を植えたんですけど、生育はあまり良くありませんでした。長い間牧草だったので、作物を作るための土作りがまだ十分ではないんだと思います。この畑も今年すぐにいい結果が出るとは思っていませんが、少しずつ改善しながら、将来的にはしっかり作物が育つ畑にしていきたいなと思っています。4月21日、5月に入るとかぼちゃの植え付けが始まるので、その準備として畝を切り、マルチを張っていきます。5月といっても北海道はまだ朝晩の冷え込みが激しく、かぼちゃの植え付けとしては比較的早い時期です。そのため地温を確保して苗の生育を助けること、そして雑草の発生を抑えることを目的にマルチを張っていきます。苗を移植する場合には1畳用のマルチを使用し、種を直接まく場合には2畳用のマルチを使用しました。1畳用の場合、畝間は 3.3 メートルあります。今回最初は通常のマルチャーでマルチを張ったんですが、石が多く風も当たりやすいため、マルチがかなり剥がれてしまいました。そのため後から補修する作業が大変でした。
そこで途中からロータリーマルチャーを使用しました。ロータリーで土を耕しながらマルチを張れるので、土が柔らかくなり、マルチもしっかり埋まって、とても綺麗に張ることができました。4月下旬、この時期は今年で50歳になるフィアットに新しく自動操舵を取り付けたので、スナップエンドウとコーンの植え付けで使ってみました。コーンはこれまで家庭菜園程度しか作っていなかったんですけど、今年は 0.7 ヘクタール作付けすることにしました。場所は一昨年まで牧草畑だった圃場です。どんな結果になるのか楽しみです。そんな感じで4月は植え付けに向けた準備期間でした。苗作りや畑作りが中心で、本格的な植え付けに向けて準備を進めていました。去年はちょうどこの4月末に雪が降って驚かされたんですけど、今年は何事もなく5月を迎えることができました。5月になり、いよいよ植え付け作業が始まります。まずはかぼちゃのポリポット内の移植からです。この時期は雨が降る日も多く、午前中は作業ができない日もありましたが、それでもなんとか5日間でポリポット苗をすべて植え終わることができました。かぼちゃ栽培を始めた2年前、0.7 ヘクタールだった頃は手作業で植え付けをしていて、本当に大変でした。かぼちゃは栽培が大変だと言われますが、収穫だけでなく植え付けもなかなかの重労働です。2年目にはありがたいことに移植機を譲っていただき、今年は近所のお友達の農家さんとも協力して作業を進めています。今では1年目の苦労は何だったんだろうと思うくらい快適に植え付けができるようになりました。そして5月12日からはじゃがいもの植え付けです。今年は結株補助装置を導入したので、種芋の補給作業が以前よりかなり楽になりました。完全自動ではありませんが、植え忘れを減らしながら効率よく作業を進めることができます。去年のじゃがいもは干ばつの影響を大きく受けました。そのため昨年の秋から土作りや保水対策などできる準備を進めていました。今年は暑さに負けずしっかり育ってくれることを願っています。そんなじゃがいもの作付け面積は8ヘクタール。気がつけばかなり大きな面積になりました。もちろん農家さんによって栽培する品種は様々で、何種類も作っている方もいます。ただ私の地域はメークインの産地なので、うちでは毎年メークインだけを作っています。今年も美味しいメークインがたくさん収穫できるよう頑張ります。5月中旬、じゃがいもの植え付けが終わり、次は絹さやエンドウの種まきです。うちでは数年前からスナップエンドウと絹さやエンドウを栽培しています。栽培を始めた頃は日の出とともに畑へ出て、気温が上がる前に収穫を終わらせるのが約3ヶ月続く毎日のルーティンでした。今は他の作業もあるので、主に私の両親が担当してくれています。絹さやエンドウは小遣い稼ぎになる作物なんて言われることがありますが、実際暇があれば私も毎日収穫したいくらい魅力のある作物です。ただその分収穫はなかなか大変です。葉もすると1日では収穫しきれないこともありますし、ほぼ毎日畑に通わなければなりません。ただ去年は雨がほとんど降らず、思うように収穫量が伸びませんでした。本当は十分な水を与えられればいいのですが、うちでは大規模な灌水設備がないため、干ばつの時にはかなり厳しい作物です。そのため今年は去年より少し早めに種をまいて、天候を見ながら栽培していこうと思っています。5月18日、次はかぼちゃのペーパーポット苗の植え付けです。こちらもポリポット苗と同じく作付け面積は3ヘクタールあります。
撮影はしていなかったんですが、4月末に種まきをしているので、およそ20日間ハウスで育苗していました。今年は栽培する品種も増やして、栗将軍、栗大将、ビニオス、エリオス、ほっこりうららの5品種を作っています。去年は収穫したかぼちゃをすべて箱詰めして販売していましたが、今年は品種によって加工向けとして出荷するものもあります。そのためネット販売については主に栗将軍を中心に考えています。そして同じ頃直販の1ヘクタール分の種まきも行っていました。これがなかなか大変でした。というのもマルチを張ってから2週間ほど経っていたので、表面の土が硬くなってしまっていたんです。本来なら穴あきマルチなのでそのまま種をまけばいいのですが、土が硬くて指では穴を開けることができませんでした。結局電動ドリルで一つずつ穴を開けて、そこへ種を入れて、最後に指で土をかけるという方法で地道に作業を進めました。無事に終わったので良かったんですが、この作業はね、かなり手間がかかったので、来年はもう少し効率のいいやり方を考えたいです。ということで、春の農作業を振り返ってみました。もちろん今回お見せした映像だけが全てではなく、どの作物も植え付け前には整地作業や肥料散布など様々な準備を行っています。はい、ということで小豆の植え付けに戻ります。ということで、小豆はですね、作付け面積が、だいたい7ヘクタールあります。ここの畑が一番大きくて4ヘクタールです。今ね、この畑を作っているところです。で、種がこれですね。ブエン北ロマン、毎回これ使ってます。で、事前に、手指消毒を行っています。本当はね、普通に赤い種なんですけど、こんな感じで今粉っぽくなってます。そう、小豆はね、毎回こうやってね、植える前に自分たちで手指消毒を行ってからやってますね。はい、肥料をね、いっぱい入れました。一応ね、さっき見た感じ、これだけ満タンに入っていれば、ここの距離、洋服はできる感じでした。で、あとは種ですね。種を補充します。小豆の種はこんな感じです。本当に収穫した時の小豆に粉をまぶした感じですね。見た目は全然変わりません。絹さやエンドウとかトウモロコシもこの種板を使用して種をまくんですけど、この種板もいろんな種類があって、この種がねどのくらい入るかっていうのを見て変えます。あ、取れなくなっちゃった。で、今回は 12.0 の一粒巻きになります。二粒巻きとかもあって、そうなるとね穴がもう一個開いてたりするんですけど、今回は一粒巻きです。この種板の上の部分ですね。これカメラです。ちょっと見づらいんですけど、下向きにレンズがついていて、これがね全部のこの種板の種を入れるボックスの横に取り付けられてます。なのでカメラから見るとこんな感じで種板が見えるようになってます。はい、ということで肥料を入れて種を入れて、これで準備は完了です。種板がぐるぐる回って種が落ちるんですけど、たまにその種板の穴に種が2個とか入っちゃって詰まってしまうことがあります。
で詰まってしまうとそこはねもうずっと種が落ちなくなってしまうので確認する必要があるんです。ね、かといってトラクターを止めて何回も降りるのも大変なので、その種板が見えるようにカメラを取り付けてトラクターから見えるようにしてます。そういった感じでね、種板に種が詰まってないか確認しながらやっていこうと思います。はい、ということでトラクターに乗って走り始めました。で、さっき言っていたカメラなんですけど、ここのね右上につけてます。ちょっと暗いかも。4つに今画面分かれているんですけど、さっきの種板4箇所ですね、見えるようになってます。でちょっと分かりづらいなって時はこれ押して書いてあげると拡大して見えるので、ちょうどこのね、ここよく見ると箸みたいな銀色のが2本あるんですけど、ここが種が落ちる場所なので、これ以上先に行く時に種が入っていなければ問題ないです。でだいぶ早いっちゃ早いんですけど、ちゃんと見れば種が入ってるかどうかは確認できます。これはね Amazon で購入したものなんですけど、もうね自動操舵つける時とかも1個は必ずカメラがついてたりするので、そういうのをね後ろに取り付けたりすると結構安心して走ることができます。ということで5月24日2日間かけて約7ヘクタールの小豆の箸も無事に終わりました。6月に入ってようやく植え付け作業は一段落しましたが、各作物の管理作業が始まっています。7月にはコーンやかぼちゃの収穫も始まり、またあっという間に忙しい時期になりそうです。今後も農作業の様子や作物の生育状況を投稿していきますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。